ばんは。 K-POP ワールドニュースロボプルです。さて、お待たせしました。シリーズちょっと深い話第6弾。今日はユンギです。さあ、冷静なシュガー、語りがあまりに多くてまとめるのに相当な時間がかかりました。ユンギの深い心の内、早速一緒に見てみましょう。痛烈に思いを吐露する歌詞、バスタライムスのラップと張り合うくらい猛烈な感情表現レベルで作り出す技術寄りのラップフロー、幅広い作詞作曲歴、不屈の仕事意識。シュガはアーティスト魂を持つ BTS という集団にとってかけがえのない重要な人物。静かにズバリ本質を語ってくれる男前の存在感。アルバム D2 はゼロから始め、世界の音楽界の頂点に上り詰めたシュガに勝利の王者の冠をいただかせた。世界のナンバーワンアーティストというだけでなく、プロデュース能力の優れた一人の音楽好きの青年。プロデューサーとして刺激的で楽しく、一緒に音楽を楽しみながら制作ができた。忙しい中にあってもヒップホップの精神で心情や表現したいものをきちんとアートとして音楽表現をし、表現手段として音楽を駆使して楽曲制作を続けている姿勢は素晴らしい。自分のやりたかった音楽を作れ、それを通してこんなにも広く世界へメッセージを送れることは光栄。しかも自分の発信するものに共感してもらえるのは最高の気分だ。自分は昔、英語のラップを歌詞の韓国語訳と照らし合わせながら聞いてきたが、時には生まれ育った環境の違いで理解できない内容もあった。それはある程度しょうがないことではあるが、僕らの歌詞では少しでも世界のいろいろな国の人たちが理解し共感できるような内容のものにしようと心がけている。衝突を駆り立てるよりも理解を促すことに意識を向けたい。パンデミックの初期、予定していたツアーのキャンセルが決まった時は、全員がその後数ヶ月ひどく落ち込んだ。でもファンが僕らの音楽で励まされていると言ってくれたのを聞いて、ふと本当に聴くのかなと思って自分でも試してみたら、本当に僕らの音楽を聴いてものすごく気が楽になった。アンサーラブマイセルフやパラダイスなど、僕らの音楽はみんなをこんな気持ちにさせてるのかと初めて分かった。本当に僕らの音楽が聴く人を癒していることを理解できた。曲を作る工程で人生を語る歌詞を書きながら自分自身を問いただし、励ます歌詞を書きながら自分も励ます。シュガの音楽に対する情熱はすごい。この世界に入ってなかったら一体何をしてたのか想像もつかない。趣味でさえ全て音楽に関連しているものばっかり。ミュージシャンとして尊敬している。この人は本当に音楽に取りつかれた音楽バカです。音楽でまだ自分のできることの半分もやりきれていない。例えば今までに演歌だって作ったし、ロックだってやってみたい。音楽のジャンルは世界中にいくらでもあるんだから、もっともっといろんなものに挑戦して意外な手であっと驚かせたい。ファーストラブで初恋がいいことばかりでなく、痛みや苦さも伴うように、僕が愛する音楽にも痛みやいろいろな感情が伴うことを表現したかった。自分の乗り越える感情を曲に残したかった。初めてピアノと出会った時、君が後に僕にとって大きな存在になるなど知らなかった。君なしでは僕は今や無意味。何度も諦めかけた時、そばでバカ野郎絶対できるんだよと怒鳴ってくれた。生まれて死ぬまで僕の人生を見届ける存在。中1の時、音楽をやっていきたいと言うと、周囲の人に音楽なんてもんを続けてたら家族は破産して崩壊するぞと言われた。その後も数えきれないほど同じことをみんなに言われた。不安は募る一方で、何になればいいんだ？人生一度きりだぞ。音楽でない道で本当に幸せなのかと自分に問い続けた。中学の時、両親に音楽を学ぶのはもうやめろと言われ、それまで書き溜めていた曲や歌詞は全て捨てられた。学校の勉強をもっと頑張るからと謝り、隠れて曲を書き続けた。反対した両親を振り切ってソウルに引っ越すことになった以上、生活、大学、全ての費用を自分で賄わねばならなかった。両親にはほぼ感動されたようなものだった。
嫌なバイトも含めいくつかのバイトを抱えてお金を作るほかなかった。両親は全く違うジャンルの音楽で育った違う世代なので、ラップというものを聞いたこともなければ理解することもできなかった。僕がやりたいことに猛反対したのもしょうがない。ミュージシャンは先が読めない不安定な職業。やっていけることを自分で証明するしかなかった。だからとにかく自分の限界まで必死に頑張った。会社は財政難で僕らをデビューさせる資金も十分になかった。僕らの間では関係に亀裂が入りバラバラだった。デビューできるのかできないのかで揉めてばかりだった僕は、少なくとも何か仕事をしようとコンビニ、デリバリー、音楽編集レッスンや作曲レッスンなどあらゆるバイトをしていた。最大で30人もの練習生と共同生活をし、当然喧嘩は日常茶飯事だったが、どんな争い事も24時間以内に片をつけるというルールを作って解決していた。それを10年以上やってきた中で、今の兄弟の関係ができた。18で社会不安障害になった時からだんだん頭が侵されていった。名の売れたアイドルラッパーの現実は、うつ病と強迫性障害。襲っては去り、またやってくる。うつに侵され、自分を嫌悪する。どっちが本当の自分なのか。初めて精神科のカウンセリングを受けた時、両親が付き添ってきた。両親は僕を深くは理解できないと言った。俺にだって理解できねえよ。誰ならわかるんだよ。友達か？誰にもわかんねえんだよ。自傷の誘惑を感じたことあるさ。成功すれば何もかもうまくいくかと思ってたけど、自分がどんどん化け物になるだけ。青春を成功と引き換えた化け物は俺に首輪をつけて貪欲にもっともっと欲しがる。今は心地よく落ち着いているが、落ち込む時期は寒い季節のように去ってはまた繰り返しやってくる。その周期は1年から1年半くらい。だが人が僕の音楽を聴き、感情をむき出しにした歌詞で癒されたり慰められるというのを聞くと嬉しく思うし、励まされる。辛い感情は隠す必要などないと思う。僕はいつも堂々と吐露したい。幼い頃は自分のせい、自分が至らなかったと思ってきたことのほとんどが、年を取って必ずしも自分だけに非があるわけではなかったことに気づいた。今となっては過去の嫌な経験を思い起こしてもありがたい気持ちになる。いろいろな苦難があったからこそいろいろなストーリーを語れる。昔は思い出すのが苦痛になっていたことも今は平気になった。音楽という形にして出すことで気持ちも楽になる。僕はカタルシスに助けられて苦難を対処してきた。たくさんの人が過去のトラウマと戦って生きているが、みんないつか克服できると信じている。過去のトラウマや感情を自分なりに整理する過程を持つことが重要だ。僕の場合はその過程が音楽にすることなんだ。青春時代はスタジオで潰した。なんであそこまでスタジオにこもりきりだったんだろう。あはは。もっとテキパキやれなかったのか。ちょっとくらい遊べなかったのかとは思うが、悔いは全くない。あの時のがむしゃらな犠牲や頑張りがあったからこそ今の機会に恵まれた。なかなか自分の感情や考えを口に出せない性格で、自分の頭の中でばかり考えるタイプ。芸能人として隠していることや作っていることもあると思われるかもしれないが、ここまでカメラの前で生活していると僕には本当にそれはできない。泣いたとしてもそれがその時の本心で実情。めったに感情的にはならない人。音楽への情熱は尊敬に値する。不愛想な人だと思われがちだが、とても心の温かい人。こうした方がいいよと何気なく投げかけてくれる言葉が慰めになる。冷静で公私混同はしない。けじめをつける人。やるときは本当に徹底してやる人。雑学が豊富。口数が少ないが一番の努力家。一生懸命な人。チャレンジ精神も旺盛。恥ずかしいことができない性格が可愛い。何が言いたいかこっちは分かってるけど、それをうまく言葉にできない姿が可愛い。もうすべてが可愛い。
練習生になったばかりの年末のチキンのことは今もはっきり覚えている。年末で他の練習生は帰省していた。1週間前に練習生になったばかりの僕は宿舎に残って一人で年末年始を迎えることになっていたが、そこにシュガが大丈夫かと電話してきた。大丈夫だよと言ったが、本当は一人で退屈していた。するとしばらくしてシュガがチキンを買って宿舎に戻ってきた。感動のあまり惚れた。J-HOPE は始めたばかりの宿舎生活にまだ慣れず、ストレスを抱えていた。練習後に頭がクラクラすると言って体調も悪そうだったので、バイトを早めに切り上げて早く宿舎に戻った。その後もストレス性の疾患でよく J-HOPE を病院に連れて行った。兄貴よ、練習生時代からもう7年の付き合いだね。宿舎に入ったばかりの頃、ぎこちなくて恥ずかしかった僕はリビングで寝ていたけど、そこに話をしに来てくれて僕をリラックスさせてくれたこと、今も忘れられない。田舎から出てきたばかりの僕にとっては救い主だったよ。病気の時も悲しみに暮れた時もいつもそばにいてくれた。疲れて辛かった時も励ましてくれた。そして今回このボンボヤージュの最中に船酔いしてしまった僕が目を覚ました時、目の前にいたのはやっぱり兄さんだった。昔ちゃんと言ってなかったけど、あの辛かった時代に助けてくれたことには今も本当に感謝している。一緒に年月を経れば経るほど感謝はどんどん大きくなる。BTS の仲間でいてくれて、そして僕の兄貴でいてくれて本当にありがとう。いつもそばにいてほしい。愛してるよ、ブロー。僕らは弱小レーベルからデビューし、デビュー初日から早くも厳しさにぶつかった。ヒップホップの世界からは、あいつらはアイドルだと非難され、でも他からはアイドルじゃないと言われた。シュガヒョンは昔はカメラのないところでは静かなのに、撮られ出すと急に元気いっぱいで頑張ってた。2015年は歌謡年歌の曲を数曲書いていたが、20回書き直しても OK が出ず、作業もダンス練習室の片隅で16日間くらい続けていて、気が狂いそうなほど精神的に疲れていた。さらに土砂降りで練習室が水浸しになり、バックダンサーのみんなに手伝ってもらって機材を避難させなくてはならず、最悪だった。最後の1回で OK が出なかったら逃げ出そうとさえ覚悟していた。2016年に書いた To Say は意味深い。僕らもきつかったが、アミも相当傷ついて苦しんでいた。僕らが全ての盾になって守らなくてはならなかったのに、アミは耐えて僕らと一緒に盾となってくれた。この曲を通して To Say が僕らとアーミの秘密の合言葉みたいなものになった気がする。僕らとアーミは一つの運命共同体なんだ。デビュー1年目、どれだけ頑張ってもヒット曲を出さないことに頭を抱え、大きくなれるか疑問に思ったこと。2年目、本当に必死で頑張っても1位を取れないことに悩んだこと。僕らはあの苦しみを忘れず、今の成功を決して当然だとは思わないようにしている。僕は人間は変わるものというより変わらねばならないものと思う。でも貧しく辛かった時のハングリーさはいつまでも維持したい。人間が変わり成長しても本当に貧しかった時に身につけた基本的な仕事の仕方は土台となっている。辛かった時代に夢見ていたことの延長上に歩んでいき、あの頃の仕事意識や貪欲さは忘れずにいたい。ステージに立つとストレスが解消されるので、これまではストレスを溜めることとは縁がなかったが、パンデミックによるツアーキャンセルで今までに感じたことのないものを感じた。仕事を失うと思った。その恐怖と戦いながら読書と映画鑑賞にふけった。毎日何かやることで少し気は楽になった。運動も最高のストレス解消法。運動しないと無気力になって散歩にさえ出なくなる。もしもパンデミック前の最後のステージに戻れるなら、あのコンサートを14回くらいはやれる。これまでステージに上がる瞬間はいつもとても幸せでも、ステージを降りると自分の体がいつまで持ちこたえられるだろうかとちょっと弱気になることもあった。でもパンデミックを経験し、仕事のありがたさを身に染みて感じ、今後はもっとステージを満喫したい。今はとにかく次回ファンの前でステージに立てるとき、全員が間違いなく号泣するだろうってことを考えて笑みがこぼれる。練習生時代は本当に挫折ばかりだった。望みも尽きて毎週宝くじを買っていたが当たることはなかった。
実家は貧乏だし、大学の費用はバイトで稼がなきゃならなかった。デリバリーのバイト中に車とぶつかって飛ばされ、次の瞬間目を開けたら車のタイヤがすぐ目の前にあって、本当に危機一髪だった。交通事故に遭ったことを言えば練習生から外されると思い、メンバーには階段から落ちたと嘘をつき、会社にも言わなかった。だが肩があまりにもひどくなり、会社には全てを話した。会社になんでもっと早く言わなかったんだと怒られた。会社は僕が回復するまで待つと言ってくれた上に、大学の費用を肩代わりしてくれた。あの恩は忘れない。昔は頑固だった。自分の価値観でのそりゃやっちゃいかんだろうと思うことにとらわれすぎていた。カウンセラーにそんなこともあるさと考えることを教えられ、物事を受け入れるようになった。人間そんなに大きくは違わないだろうと思っていたのは大間違いだったと徐々に学んだし、物事の見方が変わった。BTS という僕ら7人だけの小さな組織の中だけでもこれだけ違う意見や価値観があって、それを交換し合うことでも人間として多くのことを学んできたと思う。お互いを知る前は正直こんなバラバラぐちゃぐちゃでやっていけんのかよと思ったけど、今となってはそれぞれに個性があることを世間に評価してもらっている。お互いを受け入れてチームを成立させることが相乗効果を生むことを学んだ。自分はダンスも上手くないし、ステージ上の表現者としてみんなほど優れていない。じゃあ自分はチームのために何ができるのかと考え、自分のできることをやっている。ツアー中でも外出せず、ホテルで楽曲作りの作業をしている。僕は本当にできることが音楽しかない。シュガヒョンのラップが本当に大好き。本当にかっこいいラッパー。兄としての立場で黙々と耐えてみんなを守ってくれている。僕らの間で誰が一番メンバーのことを思いやってきたかという点でシュガにかなう人はいない。最初に話しかけてくれて、僕はずっと後をついて回った。作業室のパソコンの隣に座って作曲の仕方を学んだ。本当にめっちゃかっこよかった。練習生時代に絶対に万端として一緒のチームでデビューしてほしいよと言ってくれたシュガヒョンの言葉が、ここまで僕がみんなと進んでこられた原動力なんだ。僕がまだ子供で足りないものだらけだった時に厳しくしつけてくれたこと、本当に感謝している。ストレートにきついこともはっきり言ってくれたおかげで成長できた。僕より年上なのに失礼な態度をとったり、言っちゃいけないことも言っていた時期があった。落ち込ませてしまったことで自分も悲しい思いをした。長い付き合いの中で今では内に抱えていることを何でも打ち明けてくれることが本当に嬉しい。波長が合う。ソウルメイトだと思っている。毎日会っているのに2人で4時間ドライブしても会話が尽きないほど。影響を受けていないメンバーなど一人もいないほど本当にみんなから力をもらい癒しをもらっているけど、特に一人大きな影響を与えている人がいる。それはシュガヒョンだ。突然僕に長いメッセージを送ってきてくれた。最後には愛してると書いてあった。本当にしばらくの間泣いた。僕らがステージを楽しめばファンも楽しんでくれる。ファンが楽しんでくれれば僕らもさらに楽しくなり、パワーが2倍にも3倍にも膨れ上がる。こんな感覚を味わえるチャンスは誰にもあるわけではなく、特別だということを自覚している。ステージに立つ表現者としては、静かに聴いてくれるファンより弾ける興奮に身を任せて狂気乱舞しながら一緒に歌って楽しんでくれるファンを前にする時がたまらない。コンサートで家族全員が一緒に歌っているファミリーファンを見るのはすごいことだ。ポジティブな影響を感じ嬉しくなる。ステージから観客を見て、そこに本当に幅広い年齢層であらゆる文化や国の違うファンを見るときは、これほどまでに多様なファンに恵まれ愛されていることを実感し、最も心を打たれる瞬間だ。テグで音楽を始めたとき、観客2人の前で公演したり、練習生時代に観客なしで音楽をやっていた時の心の傷や悲しさを思うと、僕は今本当に身に余る愛をもらっているし、誰のために活動しているのかの答えはいつもファンのみんな。 BTS がファンのみんなの人生を変えたという一方、みんなのおかげで僕らの人生も変わる。
僕らが伝える言葉と音楽の重みを理解してくれ、耳を傾けてくれることに心から感謝している。音楽をどれだけ愛していようと、最も大切なのは人々に聴いてもらうこと。ファンに勇気と元気をもらっている。兄に頼って頼られてという関係を長く大切にしていきたい。青春を僕らと分かち合ってきたファンがいつも誠実にそばにいてくれる。こんな素晴らしいファンと一緒に年を取っていけることが僕らの望み。例えばグラミー賞をもらえたらとても感謝すると思うが、それはファンのものすごい努力のおかげでできること。大きな賞をもらうとき、僕らよりファンが本当に喜んでくれるかが大切。僕らも嬉しいが、僕らはすぐさあ次にやるべきことをやろうとなる。これまでにすぐに持ち場に戻る訓練をしてきたので、浮かれるようなメンバーはいない。アイドルの寿命は短いものだし、音楽番組で1位を取れて単独コンサートを達成できればアイドルは終わりで、プロデューサーとしての仕事を始められるんだと思っていた。だがやっと1位と単独コンサートが達成できたと思ったら、突然会社にアメリカに進出すると言われた。予期してもいなかったし、自分たちがビルボードを目指すなんて想像もしていなかった。初めてアメリカの三大音楽祭の一つ AMA での単独ステージに立てることになった時、僕を襲ったのは嬉しさではなく恐怖だった。同じ経験をした先輩もいないので、誰にも相談できず路頭に迷った。たくさんのステージをやってきたが、あれほど怖かったステージは後にも先にもない。震えが止まらず号泣した。それが一回きりのことではなく、新たなチャプターの始まりに過ぎないことを分かっていたし、それは自分の求めることではなかった。そんな新たなプレッシャーは欲しくなかった。アメリカ進出直後の2017年2018年は極度に重いプレッシャーに悩んだが、次第にプレッシャーは消え、今は楽になった。初めてアメリカの音楽授賞式に行った時は、世界一大きな音楽市場に対する恐れが大きかった。あんなに萎縮する必要はなかった。今は授賞式を楽しめるが、あの時は楽しめなかった。最初は成功してお金を稼ぎたいが、有名になるのが嫌だった。でも BTS の活動の中で、より良い音楽とより良いステージを作ることに集中するマインドセットに徐々に変わっていった。BTS が有名になり、ニュースに頻繁に出るようになり、戸惑った。自分たちの好きなことを一生懸命やってきただけのことなのに、国民的スポーツ選手のような感じになり、結果を出すことへのプレッシャーも生まれた。でも起きていることを楽しもうと考えるようにし、楽になった。2018年1月2月に、今うまくいってるけどこれがなくなったらどうしよう、なくなった時は何のために生きていけばいいのかという大きな不安とプレッシャーから、精神的疲労で長い休暇をもらい、家族と過ごした際、家族にお前が BTS でデビューしていなかったとしても僕らの家族でただの人間だ、なぜそこまでプレッシャーを感じて苦しむのかと言われ、 BTS の主語としてだけでなく、僕も人間として人生を生きなくてはと思った。その時、墜落は怖いけど着陸なら怖くないさ、結局自分は自分さという考えにたどり着き、それはそれでいいかと思えるようになり、楽になった。自分たちの好きなこと、得意なことを続けて進んできただけなのに、国に貢献したとまで言われ、プレッシャーがどんどん重くなり辛かった。2018年にこの問題を会社に伝え、休暇や活動休止も視野に入れて話し合った。結果、2019年にデビュー以来初めての1ヶ月休暇を取った。1ヶ月休むとみんな早くステージに立ちたいという意欲でいっぱいになれた。長く夢を見ていた僕たちが今は誰かの夢になった。人生は選択と後悔の繰り返し。それは僕にとって、僕ら全員にとって怖いもの。空高くに登ることを夢見ていたが、いざ登ってみるとここは寒く息苦しい。光に照らされれば照らされるほど影もできる。7人一緒でよかった。今 K-POP が伸びている真っ最中で、続けていいアーティストが出てこなければならない。しかしアーティストの活動の仕方があまりにも過酷。疲労もものすごいし、疲労が重なることで怪我につながることも多い。音楽番組はプロモーションという位置づけなので、アーティストはほとんど収入も得られない。出演は多くても収入の成果がなく士気が下がる。スケジュールに体が耐えられるか否かの戦い。どんどん疲労がたまり、デビュー時のように活動するなど無理だ。事務所がアーティストの意見を積極的に聞き、できないことを含め計画を整理すべきだ。
幸い僕らの事務所は他と違いアーティストの意見を聞いてくれるが、ほとんどの事務所はこの子たちは自分たちが作った子たち、言う通りにすればうまくいくから黙ってやれという。そんな態度はあってはならない。何の説明もなくただやりなさい、文句が多いぞと言われることさえある。そんなやり方がこの産業を破壊する最も大きな問題だ。ステージに立つ本人が楽しくないのに楽しいステージを作りなさいということ自体が大きな矛盾だ。それに法的な保護の問題でも曖昧なものが多い。産業システムや制度の改善がかなり必要。地面はある程度見えていないと不安なものだ。飛行機に乗っていても地上が見えれば空を飛んでいることを実感できるが、雲の上にいると空を飛んでいることを感じない。走ると影がついてくる。光が強烈になれば反対に影は闇のように暗くなる。高く飛ぶのは恐怖だ。高いところがこれほど孤独だとは誰も教えてくれなかった。空を飛び跳ねることもできるが、急転、墜落する可能性もある。脱走するのも手だな。何でも手に入って文句なしなんだから楽しめばいいだろ。手放したいってのか。どっちかはっきりしろ。時が過ぎる中で物が同じ状態ではいられないのは自然なこと。スポーツ選手だって全盛期が過ぎるとステップダウンする。だから自然に逆らってまで無理に今のステータスを死守しようとせず、ただ常にできることに最善を尽くすことに集中しようと思う。スポーツ選手もコンディションや肉体年齢によって役割を変えていくように、僕らも役割を変えればいい。長い間僕らは常に向上しなければという考えに固執していたが、今はそれをやめて楽になった。前よりいい結果も出せている。過去に人気に陰りが出たアーティストがもう前世紀のような大規模なコンサートができない、落ちぶれたなどと世間に叩かれるのをたくさん目にしてきた。多くのアーティストがそんな惨めな姿になる前にやめるのも見てきた。いろいろ考えてきたが、僕は落ちぶれても最後までステージに立つことは惨めでないと思う。5万人の観客が1万人になり、5000人になり、2000人に減っても悲しくないか、耐えられるかと長い間考えたが、ファンが少しでも残ってくれている限り最後までステージに立ち続けたい。それが僕なりの着地の考え方。墜落は怖いが着陸は怖くない。心配はいらない。落ちても着地の仕方を知ってるから。大先輩のナフナさんの公演を拝見して大きな刺激を受けた。あんなに長い間人々に公演を見てもらい、音楽を聴いてもらえるミュージシャンがどれほどいるんだろうと思った瞬間、ああなりたいと強く思った。情熱的で意欲的でスーパースターだ。大先輩のチョウ・ヨンフィルさんも本当にすごい方だと思う。その時の一番いいサウンドを取り入れて自分のものに作り上げている。どんなやり方や形であれ、音楽を続けることが僕の目標なので、ああやって変化し続け進化していく必要もあることを学ぶ。とにかくステージに立つ時に7人いてよかったと思う。これだけの素晴らしい人たちが自分の左右前後にいると思うととても頼もしい。10年後、20年後にもこのメンバーと一緒にささやかな夢を叶えていきたい。ステージに立ってる最中によく、ああこいつらみんな本当に優秀だなって密かに誇らしく喜んでいる。 BTS の成功理由を考えるとき、真っ先に確信する一番の理由は僕ら7人の相性と関係性。 BTS の恐ろしさはやれることに限界などないこと。この6人はかけがえのない仲間。僕らの間では 200% も 300% も全てを分かり合える。人気がどれくらい続くのかを心配すると、今楽しめることも楽しめなくなるので考えない。やっていることが楽しめなくなる時が来ることの方が怖い。この先どれくらい活動ができるのかは誰にもわからないことだが、長く何らかの形でステージに立ち音楽を続けていくことは間違いない。もちろん今の体力や人気が永遠なはずはないが、少なくなっても僕らの音楽を応援してくれるファンが存在する限り続けていきたい。僕は音楽が本当に好きだ。僕の本業は音楽で、音楽をやらない姿など想像できない。世界にはまだまだたくさんの音楽ジャンルがあり、まだまだこれからやれることがたくさんあることに感謝しているし、変化し続け進化していきたい。僕らは今後数十年間音楽を続けるつもりだから。コンサートの観客動員数を追求せず、年をとっても音楽ができる、そんなグループになることが僕たちの目標。
夢は長く長く BTS でいられること。僕の未来は BTS。BTS は僕の生涯。BTS よ、永遠であれ。いかがでしたか？口数が少なく不愛想に見られがちなユンギ。でもストレートで作らない潔さ、そして BTS の宝でもあるプロデュース能力、本当に尊敬します。変化を恐れず形を変えながら今後何十年も続けてくれるのをずっと長く応援していきたいと思います。それでは今日はこの辺で。次回はいよいよシリーズ最終回 RM 編です。お楽しみに。チーリオ